悪夢で会いましょう。うるせえ、ダメツナ。起きろ。いってて。なんだリボン？おめえの寝言がうるせえから、目が覚めちまっただろうが。俺の安眠を妨害する奴は。また寝言ぐらいで撃たれるなんてそんな。ふん。次はないと思えよ。本当に殺されるかと思った。ところで、どんな夢を見てたんだ？夢？すげえうなされてたぞ。怖い夢でも見てたんじゃねえのか？犬に追いかけられるとか、テストで0点取ったとかな。覚えてない。なんか苦しかったような気がするんだけど。気のせいかな。とにかく、学校に行く支度をしろ。今日は俺のおかげで遅刻しないで済むじゃねえか。ありがたく思えよ。こんな起こし方ありがたくないよ。まったく、もう。朝からひどい目にあったけど、殺されずに済んだし、ゆっくり朝ごはん食べられたし、遅刻もしないで済んだし、珍しくラッキーな日になりそうな気がする。でも俺、何の夢見てたんだろう。なんかすごく気になるんだけど、思い出せない。すいません。前をよく見てなくて。で、ひばりさん？君か。ほんとすいません。わざとじゃないんです。俺のバカ。よりにもよってひばりさんにぶつかるなんて、噛み殺される。今日は遅刻じゃないようだから、早く学校に入れば。遅刻者の取り締まりをしてるんだ。そこにいると邪魔だよ。風紀委員のお仕事ですか？ご苦労様です。で、普通の風紀委員らしいこともしてるんだ、ひばりさん。遅刻者は噛み殺す。やっぱりひばりさんはひばりさんだ。今日遅刻してたらどんなことになっていたか。起こしてくれたリボンありがとう。俺、教室で予習しないといけないんで、失礼します。そういえば。はい。今日は赤ん坊はいないの？リボンですか？一緒には来なかったんですけど、また秘密基地にいるかもしんないけど、学校内に勝手にそんなもの作ってるなんて知ったら、ひばりさん怒るだろうし、言えない。そう。だったら聞いておいてくれない？何をでしょうか？いつになったら六道ムクロと戦えるのかって。ムクロ？そういえば、前にリボンがそんなこと言ってたような。あの男とは、どうしても、もう一度戦いたいからね。リボンには言っておきますから。怖かった。ひばりさん、まだムクロのことこだわってたのか。まあ、あの人負けず嫌いだもんな。でも、ムクロの居場所教えるわけにはいかないし、教えてもさすがにいけないよな、あんなところは。いや、ひばりさんだったらどんなことをしても乗り込みそう。ツナ、おはよう。山本、おはよう。教室に入らないで何してるの？ちょっとあれがな。教室の中がどうかしたの？なんだ女子たちが集まって。あれ？真ん中にいるの極寺くん？ほんとだって。最近すごく可愛くなったと思ってたんだ。ほんと？極寺くん、私は？お前も可愛いって。それにそのリップクリームの色、いいな。似合ってるぜ。何あれ？それが、珍しく早く登校してきたと思ったら、ずっとあの調子でさ、ちょっと変だろ？ちょっとどころかかなりおかしいよ。極寺くんが、あんな風に女子たちと話してるなんて。そうだよな。いつもは女子が話しかけても無視するか、怒鳴って終わりだもんな。悪い。ちょっとごめんな。極寺くん。10代目、おはようございます。すいません、すぐに気づかなくて。
極寺君。違う。ツナどうしたんだよ。10代目？お前、極寺君じゃない！え？何言ってんだよ、ツナ。極寺君から出ていけ、ムクロ！ああ、なるほど。ボンゴレの超直感ですか。本当に厄介ですね。極寺？この嵐の守護者にうまくなりきっていたと思うのですが、こんなにすぐに見破られてしまうなんて残念です。どこが極寺君になりきってるんだよ！すごくおかしかったよ！そうですか。イタリア育ちなら女性にはこれくらい甘いと思ったのですが、次に憑依するときはもっと研究しておきますよ。しなくていいよ！っていうか、どうしてお前がここにいるんだよ！それも極寺君に憑依してるなんて。ビンディチェの牢獄はあまりにも退屈なので、少し散歩に出てきたのですよ。どうせならあなた方の日常を観察しようかと、以前契約していたこの体に憑依しました。だからどうしてこんなことを！倒すべき敵の情報はできるだけ多く手に入れておくべきだからですよ。敵って？忘れたわけではないでしょう。僕は全てのマフィアを殲滅したい。無論ボンゴレファミリーもね。でもお前今は。ええ、あなたの霧の守護者だ。しかしそれは僕の本意ではないと言ったでしょう。でもまあバレてしまったのでは仕方ありませんね。この体はお返ししましょう。じゃあおとなしく帰って。それはできませんね。もう少し外の自由を味わっていたいので、別な体に憑依しましょえ？それって。また僕を見つけられますか、沢田綱吉。極寺君！極寺？よかった。本当にムクロはいなくなってる。なあ、今のって本当に極寺じゃなかったのか？うん。あれ、10代目どうしたんですか？極寺君！よかった。え？